今回紹介するプラグインはオートスウェイです。ロープや髪の毛などゆらゆらと揺れる表現を簡単に設定できるアフターエフェクツ用スクリプトです。このようにイラストの髪の毛をゆらゆらと揺らすことが簡単にできます。実際中身はアフターエフェクツに標準で搭載されているパペットツールを使っています。これをオートスウェイを使わずにパペットツールだけで表現しようと思うと多くのピンを刺すことになるため、アニメーションのキーフレーム制御にものすごく時間がかかります。このイラストのタコを動かすだけでも27箇所のポイントの座標にキーフレームを打ってアニメーションを作成しなければなりません。オートスウェイの使い方は本当に簡単です。パペットツールで動かしたい足に適当にピンを打ちます。作成したピンを選択した状態でパペットピンツールの実行を押すだけです。再生してみましょう。ピンを打った足をゆらゆらと揺らすことができました。これを足の本数分繰り返すだけです。このようにオートスウェイはボタン一つでレイヤーを揺らす仕組みを作ってくれます。キーフレームを打つ必要はありません。オートスウェイではキーフレームの代わりにスクリプト適用後に作成されたコントローラーで揺れの振れ幅やスピード、さらには風の設定が調整できます。オートスウェイはあまりに簡単に適用できるので意外に思うかもしれませんが、内部的には多くのパペットピンを制御しているので、ピンの数が増えると PC の動作が重くなります。こまめに保存して注意しながら作業する必要があります。オートスウェイは揺らすことに特化しているので、このような魚のヒレの表現や水中で揺れるものを表現するのに相性がいいです。他にオートスウェイは風の設定が追加できるので、風になびくものと相性がいいです。特に代表的なのが風になびく髪の毛の表現です。おそらくオートスウェイのほとんどが髪の毛を動かすのに使われているでしょう。それではオートスウェイの基本的な使い方を解説していきたいと思います。フル HD のコンポジションで作業していきます。まずここにオートスウェイを適用するための平面を作成します。幅150、高さ980で作成します。平面の色を赤色にして作成します。ではこの縦長の短冊状の平面レイヤーにオートスウェイを適用していきます。まずウィンドウからオートスウェイを選択します。するとオートスウェイのウィンドウが開きました。このウィンドウを好きなところに配置して使っていきます。オートスウェイを使うにはパペットツールでレイヤーにピンを打っていきます。この画鋲のようなマークがパペットツールです。綺麗にピンを打ちたいので、ここでは前もって用意したガイドを表示させていただきます。皆さんは平面に同じようにピンを5つ打ってください。ピンを打つには平面を選択した状態で平面上を左クリックでピンを打っていきます。するとレイヤーにパペットというエフェクトが適用されました。中のメッシュの項目を開いていくと今指した5つのピンの位置座標が記録されています。本来パペットツールはこのピンを動かしてアニメーションする機能です。オートスウェイはあくまでこのパペットピン機能を拡張するプラグインです。ではピンを打ったところまで戻ります。オートスウェイを使うにはピンを打った後、ピンを打った平面を選択します。そしてオートスウェイのツールのパペットピンツールモードの実行ボタンを押します。再生します。このようにワンクリックでレイヤーを揺らすことができました。とても簡単です。パペットツールでピンを打ってレイヤーを選択して実行ボタンを押すだけです。では実行ボタンを押したことでレイヤーがいくつか追加になったので見ていきたいと思います。この追加されたレイヤーは全てガイドレイヤーになっているのでどれもレンダリングには影響しません。最も重要なのが一番上にできたヌルレイヤーです。揺れのパラメーターを調整するコントローラーレイヤーです。このレイヤーを選択してエフェクトコントロールで揺れの大きさやスピードなどを調整していきます。そこから下のヌルレイヤーはピンの数だけ作成されます。各ピンに対応したヌルレイヤーです。ヌルでピンの位置を動かせます。オートスウェイでは動きをエクスプレッションで制御しているのでその制御に必要なヌルレイヤーです。このヌルレイヤーは作業者は理解する必要はないので邪魔であればシャイスイッチをオンにしてレイヤーを非表示にすることもできます。オートスウェイを使うときは基本的に一番上のヌルレイヤーだけを触ればコントロールできるようになっています。そしてパペットピンツールモードを使用するときはピンを打った順番がとても重要になります。オートスウェイではデフォルトで1つ目に打ったピンを支点として固定して揺らします。
今1つ目に打ったポイントが固定されていますよね。ではピンを打ったところまで戻りたいのでオートスウェイの適用を削除します。オートスウェイの適用を削除するには一番上のコントローラーレイヤーを選択してツールのデリートを押します。するとオートスウェイの実行前に戻れます。レイヤーの中を見てみるとピンの打った順に下から順番に表示されています。つまり言い換えるとオートスウェイではレイヤーの一番下のピンを支点とします。ではピンの並び順を入れ替えてみましょう。この状態でレイヤーを選択して実行を押すと再生します。一番下のピンが固定されているのがわかると思います。それでは元に戻します。一番上のピンを支点としてオートスウェイを実行し直します。これでオートスウェイの実行の仕方が分かったと思います。ここからはコントローラーレイヤーで揺れ具合を調節していきましょう。エフェクトコントローラーを触って調整していきます。パラメーターを上から順番に説明します。スウェイディスタンスは揺れの距離、振れ幅です。デフォルトの200だと揺れが分かりづらいので500にしてみましょう。再生します。数値別で比較してみてみましょう。このように数値が大きくなると単純に揺れの距離が大きくなっているのが分かります。0に変更すると動きません。次のスウェイラウンドネスは丸みです。動きが丸みを帯びる程度を制御します。このパラメーターも揺れの大きさに影響を与えます。この数値が大きくなると大きく揺れて見えます。先ほどのスウェイディスタンスと合わせて使います。次のパラメーターはスウェイスピード。これは揺れの速度です。数値を変えて比較してみましょう。数値を上げていくと揺れのスピードが速くなっていきます。この数値を0にするとアニメーションが停止します。次のパラメータースウェイディケイは減衰です。言い換えると揺れた後にその揺れがどれくらい早く減少するかです。数値を大きくすれば揺れた状態が早く収束していきます。次のパラメーターのオフセットは数値をスライドするとこの揺れのタイミングをずらすことができます。その下のラグファクターは遅延のことで各パペットピンの揺れの遅れです。0にすると揺れの遅れがないので各ポイントが一斉に揺れます。棒のように揺れるようになります。ラグファクターの数値を上げていくとピンの動きが遅延によりズレが生まれこのように波打つようになります。それでは次のアジャストメントを見ていきましょう。ここでは説明が分かりやすいようにこのタコのイラスト画像を使って説明していきます。ではまずこのタコの前側にある足にパペットツールでピンを打っていきます。足がカーブしているのでうまくそれに沿ってピンを打っていきます。ピンを打てたらレイヤーを選択してオートスウェイの実行ボタンを押します。再生します。これでこの足をゆらゆらと揺らすことができました。ではアジャストメントの項目の1つ目のパラメーターは曲線を直線に変換するスイッチです。チェックを入れてみます。すると曲線になっていた足を直線に変換してくれます。ピンを表示してみると曲線に沿って打ったピンが直線に調整されているのが分かります。これはパペットツールの効果で変形したということです。その下のカーブアジャストメントはカーブの調整ができます。曲線を直線に変換のチェックを入れた上で改めてカーブを作ることができます。曲線を直線に変換のチェックを外しても使えます。この場合も単純にカーブを強めたり弱めたりできます。その下のローテーションでイラストを回転させることができます。その下のスケールは揺れの大きさを X 方向、Y 方向それぞれに調節できるようです。このパラメーターはかなり大きな数字を入れないと変化が感じられませんでした。XY にそれぞれ最大値の1万を入力して比較しています。それではその下のウィンドセッティングを見ていきましょう。ここで風の設定ができます。ではまた先ほどの赤い平面のコンポジションに戻ります。風が分かりやすいように風以外の揺れの数値は無効化します。スウェイディスタンスを0にします。これで平面は揺れなくなりました。ではウィンドストレングス、風の強さを10から1000にします。再生します。風の強さをかなり強くしたのに平面は動きません。まず風を感じるには
ウィンドインターバルの数値が1では風の吹く頻度が少なすぎます。ウィンドインターバルは風の影響が発生する間隔です。数値を上げると風の発生の頻度を上げることができます。ここでは数値を100にしてみましょう。再生します。風が吹いているのが分かります。このように風の設定は初期値がかなり小さい値になっているので注意しましょう。次のパラメーター、ウィンドループピリオドはループの周期です。比較してみていきましょう。1と入力すれば1秒でアニメーションがループします。ループしてほしくない場合は書き出すコンポジションのデュレーションより大きい値を入れておきましょう。その方が風のランダム性を失われずに済みます。では風の設定ができました。この上で揺れの数値を戻してみましょう。スウェーディスタンスに500を入力します。すると平面の揺れに風の力が加わり、より複雑で自然な揺れを演出できます。揺れの力は一定のアニメーションを繰り返し、風の力はそこにランダムの動きを追加します。両方を組み合わせることで自然な揺れが表現できます。これでコントローラーのパラメーターは一通り説明できました。ではオートスウェイには適用前に設定するオプションがあるので、そちらの解説をします。ツールからオプションを選択します。するとこのようなウィンドウが表示されます。このオプションはオートスウェイの実行ボタンを押した時に初めて反映されますので、必ずオートスウェイの適用前に戻る必要があります。ではコントローラーを選択してデリートで削除します。繰り返しになりますが、おさらいとしてパペットピンも打ち直しましょう。エフェクトのパペットを削除します。パペットツールに切り替えてレイヤーを選択した状態で上から順番にピンを刺していきます。レイヤーを選択して実行ボタンを押します。これでオートスウェイが適用されました。先ほども言いましたが、最初に刺したピンが支点となり固定されて揺れます。これがオプションをオフにした通常の状態ですね。これを削除して、ではオプションの一番上の支点と終点を反転するにチェックを入れてみましょう。この状態でレイヤーを選択して実行を押してみます。すると支点と終点が反転したので、一番最後に打ったピンが支点となり固定されました。先ほどはレイヤーの並び順を変えれば支点と終点を入れ替えられると言いましたが、オプションでこのチェックを入れてあげれば簡単に支点と終点を入れ替えることができます。ではもう一度適用前に戻ります。次の項目、ランダムズレ度は各ポイントのズレ度がランダムになり、揺れ方が不規則な動きとなります。その下のズレ度の反転は支点から終点にかけて徐々に小さく揺れるようになります。まとめて比較しましょう。まずランダムズレ度は通常のものより不規則に揺れているのが分かります。そしてズレ度の反転を見てみましょう。通常の揺れ方を見ると終点の方が揺れが強くなっています。これが普通なのですが、ズレ度の反転をオンにすると終点より支点に近い部分の方が揺れが強くなっています。両方のスイッチをオンにすることで通常とは異なる揺れ方を表現できます。その下のヌルレイヤーのロックをチェックしてオートスウェイの実行をすると、各ピンのヌルレイヤーが動かないようにロックされます。パペットピンによる変形を絶対にしたくない場合はチェックを入れてもいいかもしれません。適用を元に戻します。その下の終点を固定するにチェックを入れて適用してみましょう。再生します。支点と同じように終点も固定されて揺れるようになります。適用を元に戻します。では一番下の支点を固定しないにチェックを入れて適用してみましょう。オートスウェイはデフォルトで支点で固定されます。しかしオプションでこのチェックを入れると支点も揺れるようになります。一番上の支点に注目してください。分かりにくいですが、スイッチをオンにした方は支点が微妙に動いていて固定されていないのが分かります。これでオプションの説明も一通り終わりました。次はベーク機能について解説していきます。ベークとは CG 用語で焼き付けるという意味で、今回の場合はアニメーションをエクスプレッション制御の非破壊の状態からキーフレームに変換することを言います。使い方は簡単です。コントローラーレイヤーを選択してベークのボタンを押すだけです。アラートが表示されますが、イエスを押してください。あとは自動でキーフレーム化してくれます。適用するとレイヤーが平面レイヤーだけになり、見た目もすっきりしました。
レイヤーを開いてみると、各ピンにマイフレーム、キーフレームが打たれた状態になっています。ベークすることのメリットはシーンの計算量が減り、 PC への負荷を軽減することができます。デメリットとしてはキーフレーム化されたので、アニメーションをコントローラーで制御できなくなることです。なのでアニメーションが確定した時にだけ使用するようにしましょう。そしてこの隣のアンベイクという機能があります。これはベーク前の状態に戻すことができるボタンです。やり方は簡単で、平面を選択してアンベイクボタンを押すだけです。これでレイヤーが元の通り増えて、コントローラーで調整できるようになります。次はこのコピーツールの説明をしたいと思います。これはオートスウェイの揺れのパラメーターをコピーする便利ツールです。やってみましょう。ここにもう一つ平面を作成します。色は黄色にします。右にずらしておきます。この平面にもピンを適当に打ちます。実行を押します。ではこちらの揺れを適当にコントローラーで調整します。距離を500にしてスピードも500、風の設定で強さを1000、風の間隔も100にします。再生します。激しい揺れが作成できました。では2つの平面が揺れていますが、コピーツールは揺れ制御の値を別の揺れ制御にコピーしたい時に使います。使い方は簡単です。コピーツールのコピー元の更新ボタンを押して、ドロップダウンメニューからコントローラーレイヤーを指定します。下のペースト先も更新ボタンを押して、貼り付けたいコントローラーレイヤーを指定して実行を押すだけです。アラートが表示されるのでイエスを押してください。再生します。これで同じ値で揺れるようになりました。コントローラーの数値がコピーできたということです。ここまでオートスウェイの解説をしてきましたが、ツールのパペットピンツールモードというものを使ってきました。その下にレイヤーモードというもう一つのモードがあります。パペットピンツールモードはパペットピンに対してスクリプトを実行しましたが、このレイヤーモードというのはレイヤーに対してスクリプトを実行します。一言で言うとレイヤーをつなげて揺らすというモードです。やってみましょう。まず四角形のシェイプレイヤーを作成します。塗りを赤にして境界線をなくします。シェイプレイヤーのサイズを 150×150 の正方形にします。これを複製して5つ並べます。レイヤーモードではレイヤーを選択する順番が重要になります。上にあるシェイプから選択して実行してみます。レイヤーモードではコントローラーだけが作成されます。揺れの調整の仕方などはパペットピンツールモードとほぼ同じなので割愛します。このまま調整せずに再生します。上のレイヤーが支点として固定され、レイヤーがこのようにつながって揺れるようになりました。これがレイヤーモードです。パペットピンツールモードでは最初に打ったピンが支点となりましたが、レイヤーモードでは初めに選択したレイヤーが支点となり、最後に選択したレイヤーが終点となります。コントローラーレイヤーを選択してデリートで適用前に戻ります。今度は下のシェイプから選択します。実行してみましょう。すると一番下のシェイプが支点となり固定されました。レイヤーモードには実行ボタンとセットになったツールボタンがあります。これはレイヤーモードを使用するときに役に立つツールです。左にスプリットレイヤー、右にデュプリケイトレイヤーとあります。まず右のデュプリケイトレイヤーから使っていきます。レイヤーを便利に複製できるツールです。オートスウェイの適用を削除してシェイプレイヤーを1つだけにしてツールを使ってみます。シェイプを選択して複製数に4、1の Y に200、スケールの X に-10、Y に-10、回転 Z に10、不透明度に-20と入力します。そして実行ボタンを押します。するとシェイプが4つ複製されました。このツールに入力した値だけずれながら複製されたということです。位置は Y 方向に200ピクセルずつずれて複製され、スケールは 10% ずつ小さくなり、回転は10度ずつ回転されて、不透明度は 20% ずつ透明になっています。これを選択してレイヤーモードで実行を押します。レイヤーモードは複数のレイヤー同士をつなげて揺らすモードなので、
この複製ツールが便利に使用できるということです。そして次は左側のスプリットレイヤーです。これはレイヤーを複製して増やすのではなく、一つのレイヤーを分割するツールです。やってみましょう。すべてのレイヤーを削除し、平面を作成します。先ほどと同じ幅150、高さ980の短冊を作成します。これに横分割で5分割に指定して、アンカーポイントを中心として実行ボタンを押します。するとこのように1つのレイヤーを5つに分割できました。そしてこの分割したレイヤーをレイヤーモードでつないで揺らしましょう。これがスプリットレイヤーの使い方です。デリートで削除して戻します。ではこの平面を複製して横にずらします。では今度はこの拡張のチェックを入れて分割するとどうなるか。平面を透明にすると分かります。分割された平面をすべて不透明度 50% にします。拡張にチェックを入れて分割した方は、分割されたコンポジションのサイズが若干拡張されて重なっています。これは揺らした時にグラフィックが破綻しないように用意された機能です。透明にしたまま揺らしてみましょう。どちらもレイヤーモードで実行を押します。このように拡張した方が少し太らせている分、隙間ができにくいということです。これでオートスウェイのすべての機能について解説できました。では最後に実践としてタコの足をすべて動かしてみましょう。先ほどの続きからやっていきましょう。タコのイラストの一番前の足だけにオートスウェイを実行したところです。ちなみにこのタコのイラストは完全に1枚へのピング画像です。ここでは一番上のコントローラーレイヤーと前足に打った7つのピンの塗るレイヤーが並んでいます。ピンの塗るレイヤーは今回はシャイスイッチをオンにして非表示にしてしまいます。では他の5本の足にピンを打っていきます。レイヤーを選択して2本目の足のピンを打っていきます。メッシュの中を展開して今打ったピンを選択します。そして実行を押します。これを繰り返します。ピンに持ち帰る。画像レイヤーを選択。ピンを打つ。打ったピンを選択。実行。これをすべての足に同じことをするだけです。これで全ての足にピンが打てました。再生します。これで全ての足がアニメーションしました。いい感じです。それでは足6本分で6つのコントローラーレイヤーができたので、揺れ具合をそれぞれ調整します。1本目の足のスウェイラウンドネスを100に変更。2本目の足のスウェイラウンドネスを200に変更。3本目の足のスウェイディスタンスを250、ラウンドネスを200に変更。4本目の足のスウェイラウンドネスを100に変更。5本目の足のスウェイディスタンスを400、ラウンドネスを250、スピードを125に変更。6本目の足のスウェイラウンドネスを200、スピードを140に変更。揺れの幅とスピードだけを調整しました。再生します。揺れを大きくすることでかなりクオリティが上がりました。少し気になるところがあります。ここの重なり方がうまくいっていません。そしてここの足の重なり方、前の足が奥側になっているのが気になりますね。手前に重なってほしいです。ではこの修正をしていきます。これはパペットツールの機能で修正できます。パペットツールを長押ししてパペット重なりピンツールに切り替えます。画像を選択します。するとタコの画像のアウトラインが表示されます。5本目の足の重なっている部分に重なりピンツールを指します。すると青いピンが表示されました。メッシュを展開すると重なりという項目ができました。項目を展開して範囲で重なる範囲を指定できます。
このように範囲を下げていくと重なりが破綻するので、重なる範囲を覆うように数値を上げていきます。この状態で前方の項目にプラスの数値を入れれば手前に、マイナスの数値を入れれば奥側に行きます。ここでは手前にしたいのでプラスの数値を入れておきます。再生します。これで正しく重なりの設定ができました。オートスウェイがいかに便利なツールかわかると思います。とにかく作業スピードが速すぎますよね。今回この動画を作るにあたり画像をいくつか動かしましたが、これらもピンを打って実行しただけです。何も難しいことはしていません。今表示している画像は1枚絵の画像です。1枚絵でもここまでアニメーションができるということです。パペットツールと組み合わせればもっと細かく動かせるはずです。例外が1枚ありまして、このキャラクターの髪の毛のアニメーション、これは1枚絵ではありません。髪の毛とその他で2つに分けています。パーツ分けしておかないと顔が変形して歪んでしまうからです。このようなアニメーションはパーツ数を分ければ分けるほどクオリティが上がります。紙を動かした時に画像が破綻しないようなパーツ分けをしなくてはなりません。あとは髪の毛をタコの足だと思って同じように揺らしてください。他に難しいことは何もしていません。皆さんもぜひ風の設定など細かい調整をして揺らしてみてください。オートスウェイの購入ページは概要欄に貼っておきます。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。